再開です。再開しました。K さん、日銀は明日にでも、今日のメインテーマですね。キャス落ちましたっていう、モフネコ坊さんですね。なんか、マウスがおそらく引っかかっちゃったんじゃないですかね。マウス、電柱入れ替えましたんで、動くようになりました。ということで、何でしたっけ。えー、と、あれだ。長州新聞のなかなか優れた記事なんで、ぜひお読みください。要するに今までの野党政治家がもう本気で戦う気がないということが、彼が実際に参議院議員6年やって分かったことなんですね。個人的には尊敬する人がいますけど、でも野党として命がけでこの国民生活を守る、国民の基本的人権を守る、国民の自由を守るという人はほとんどいないということで、新たに本気で戦う野党勢力を結集しないといけないということで、彼は小沢一郎氏から離れたんですね。ということで何でしたっけ。それが今国民の熱い支持を受けているということでしょうね。今日の一言で、今日の座右の銘として、久しぶりにですね、世界的投資家ジム・ロジャーズの言葉、これずっと、これもう4、5年前彼が言ったことなんですけど、東洋経済新報のインタビューに答えて言ったんですけど、まさに現在進行形なんですね、これ。ジム・ロジャーズの言葉、近いうちに世界規模の破綻が起こると。安倍首相は日本を破滅させた男として歴史に名を残すでしょうとですね。砂漬さんが今日のメインテーマをリツイートしてくれましたね。だからお金を大量に吸っている間はそれを享受している人たちの暮らし向きは良くなりますと。しかしいずれ破綻に向かい全ての人が苦しみますと。金融緩和でいい思いをした人たちも一緒ですと。そういうことなんだ。日銀がどんどん一万円札をすりに吸ってるということで金融緩和をして、金融経済の方に、ほとんど使っているということで、金融経済の中にいる人たちは非常に豊かなんですね。日本国民の中でもせいぜい10%じゃないですか。10%だから1000万人ぐらいがいい思いをしてるのかもしれないですけどね。残り90%以上の人が貧富の格差に苦しんでますます貧しくなっているということですね。で、政務債務の大きさゆえ一旦破綻が起こると通常よりも大規模になると。2000は1100兆円の借金を重ねてるんですね。だから安倍首相も日銀も世界経済にとっては非常に、危険な存在だと。ああ、マイナス41。ちょっと待ってください。安倍首相も
日銀も世界経済にとっては非常に危険な存在だと。から安倍首相がやったことはほぼ全て間違っており、これからも過ちを犯し続けるでしょうと。とんでもないよね、こんなやつをね。スナズキンさんが初めての視聴者へと、ご覧の方へということで、アップしてくれましたね。から円安誘導は最悪ですと。自国通貨を破壊することで地位が上がった国はありませんと。すごい鋭いこと言ってんだよね、彼ね。立場は金融経済で儲ける人ですから、私たちと全く真逆の立場にいるんですけど、物の見方は当たってるんですね、彼ね。ということで今日の座右の銘ですね。そして今日の推薦図書ですね。もう残り2回になったんですね。日本が自滅する日、石井幸喜さん、第144回で終わりになったんです。終わりに。で、長いですから、2回に分けて、読みますということで、ベルリンの壁の向こう側というところですね。今日は1、2、3、4ページ半ぐらいですね。読みますね。日本にはベルリンの壁があると。その見えない向こう側に本当の日本があると。ベルリンの壁を取り払い、再び明るい陽光を浴びる日本を取り戻すため、本当の日本の一端を解明するのが本書の目的であった。書形には確実に示されている日本と本当の日本とは、現実にか。書形には現実に示されている日本と本当の日本とは全く違うことがいささかお分かりいただけたと思うと。私たちがこの本当の日本を官権力の壁に閉ざされ見失ってきたところに今日の全ての問題の根源があると私は思うと。近年特に経済政策がことごとく的外れとなり、国が迷路にはまってしまっていると。ちょうど2001年か、小泉内閣が誕生したばっかですよね。この本が書かれたのは、私たち日本国民は今、国が直面する難病のような事態を打開するために権力の壁をついて自国の真の姿を明るみに出さなければならないと。ベルリンの壁の向こう側で正規し、それが国家社会の、質を決定づけている山のように巨大な事実をつまびらかにしなければならないと。その手がかりはあると。それは国会が持ち、従って国会議員が有する国政調査権という部分的権力の発動であると。私はこれまで、一国会議員の立場で国家財政の実情や行政企業の実態、政治利権の仕組みなどを可能な限り調査してきたと。その結果、私は我が国の経済分野への権力の進出が金と組織の広がり、法律や政策の後ろ盾、その圧倒的な規模と量によって社会の質を変えてしまったという結論を得たと。つまり権力による経済支配が国家社会の基本性格を自由主義経済から完成経済という巨大な国家利権システムに転化してしまったのであると。経済の自由主義、政治の民主主義、道徳の博愛主義などの原理はある意味では壊れやすいと。民主主義には独裁やテロリズムにつけ入れられやすい寛容な一面があるし、博愛主義に暴力を叩きのめすことは難しいと。これらの理想や原理原則の糸が切れてしまうと、独裁や暴力は暴走し体制を支配してしまう。市場経済もまた権力やそのナイーブな糸を断ち切り、付け入ろうとした瞬間たちまち後ずさりしてしまうのであると。私は本書において政官の一連の行動によって日本国が変貌し、もはや市場経済から官政経済に移行したことを明確に、証明に努めたと。こうした証明をしなければならないと考えたことは次のような経緯があったと。衆議院議員になって2年目の平成6年、あることがきっかけで私は特殊法人を片っ端から調べてみたと。調べていくうちに
政府系の公益法人やファミリー企業、それらを支える財政の仕組みなどから、これまで誰にも発見されなかったもう一つの世界の実態が次々に見えてきた。もう一つの世界は巨大な権益の世界だったと。権力の壁に遮られ存在していた数々の事実は、国の実態を特徴づける基本的で重要な自閉に思えたと。本当の日本国は国民の目の届かないところで作られ遊んでいたのだと。それは地球が回っているのではなく、太陽が回っていることを発見した思いだったと。別の言い方で言えば、日本にはベルリンの壁があるのではないかとの直感がよぎったと。全ての鍵はベルリンの壁の向こう側にあるのではないか。本当の壁はベルリンの壁の向こう側に隠されているのではないかと。私はそう仮説を立てた。そこが分からなければ国政のダッチロールは止まらないのではないかと。1980年代後期からの我が国の経済政策がことごとくダメだと。雇用対策、金融政策、需要政策、百数十兆の景気対策ものれんに腕押しだったと。国会議員としての役割もこのままでは務まらないと。この事態は単なる経済政策の失敗というような次元の問題ではないと。経済学者、経済評論家も分析不可能な経済の次元を超えた問題だと。現に彼らの評論や予測はほとんど当たらないと。したがって当然、専門家や官僚に依存してきた政府の施策が的を得るわけがないと。私は1965年から1971年までソビエト連邦共和国のモスクワ国立大学法学部大学院に修学したと。私はそこでソ連における国家意志の形成というテーマで研究に取り組み、社会主義システムの実態に触れることができたと。私が鉄のカーテンの内側に入ったのは、私がかの国に憧れたからではないと。実は私は当時ソ連を官僚国家資本主義の国と考えていた。その社会主義を標榜し、社会主義の名手たる外からは伺い知れない国を直接見たかったからであると。そのソ連は90年代の初頭に滅亡したと。国家崩壊の原因は経済の破綻であったと。私は日本のベルリンの壁の向こう側を調べていくうちに、かつて私が実態を見てきたソ連の姿と今日の日本の姿が次々に二重写しに見えるようになってきたと。国民にも専門家にも本当のところが伺えない。権力が経済を侵食し、権力による分配経済のもと上辺の数字と裏腹に国家破綻が進行すると。社会主義ソビエト体制の三原則は、中央集権、官僚制、計画経済、官営経済だったと。今日我が国の体制はまさしく社会主義ソビエトの総持系であると。すなわち意思決定の権限は事実上国会の機関ではなく、政権党の党機関と行政権力機関が握っていること。議会の権限を形骸化した中央集権体制、政官一体の官政経済、公共事業と補助金による行政企業を媒体とした政府投資型行政、財政制度等がそれであると。それはそればかりでない。ソビエト体制のもう一つの特徴であった財政の秘密においても共通していると。実際の歳入歳出を反映しない我が国の一般会計は大本営発表そのものであり、その点も社会主義の要件を満たしていると言ってよいと。ソ連と比べて日本が若干異なっているのは、総理大臣や財務大臣をはじめ全てが一般会計の目くらましにかかっているところがあると。この現実と認識の乖離はソ連とは別の意味で、喜劇的だと。私は平成8年、全ての特殊法人、公益法人、財政投融資制度などの実態調査の結果、官僚天国日本破産として出版し、日本は官政経済体制であるから市場経済革命の断行なくしては国家破産を迎えると警告したと。その中で道路公団、石油公団、住土公団、現都市基盤整備公団、年金福祉事業団、現年金資金運用基金、政府系金融機関などの解体廃止を主張し、権力の経済分野からの全面撤退を叫んだのである。経済とは市場の活動であると。資本の拡大再生産は市場においてのみ起こり得ると。その市場経済の資源、手段を権力が侵食すれば、当然のこと経済は死んでしまい、社会もその存立を失うんだと。
いうのが今日の半分ですね。ということで、明日明後日お休みなんで、来週の月曜日ですね、この終わりにというのを後半半分を読んで、めでたくこの分厚い本をですね、全部読破したということですね。K さん、これは山本太郎のあれですかね。砂月さん、アベノミクスはボール街には大成功、エコノミックヒットマン、デモクラシーなと。そうですよ。だからもともと日本国民にとっては大失敗っていうのがもともと設計されてたんですよね。だからマスコミがアベノミクスは失敗したっていうのは間違ってるんですよ。もともと日本国民にとって失敗するようなウォール街にとっては大成功と、ロシアと国際金融マフィアにとっては大成功ということなんですよね。ということで、ようやく今日のメインテーマですね。今日のメインテーマ、日銀は明日にも国債を全て変えると主張するケルトン教授の MMT 現代金融論は、借金は有限の実物価値を担保にしたものという基本概念を無視したとんでも理論であるというのが今日のメインテーマですね。で、米国発のこの理論の提唱者の一人、ニューヨーク州立大学のステファニー・ケルトン教授が来日して朝日新聞の単独インタビューに応じたということで、該当記事が載ってるんですね。これ有料記事なんで途中までしか読めないんですけど、まあ大体用紙が分かるんですね。で、ケルトン教授の上記のインタビューでの主張は次のことを完全に無視しているということですね。で、1、政府が発行する国債、中央銀行が発行する貨幣、民間銀行が行う融資、個人が友人に貸す貸金のすべては実物価値を担保にした信用創造であり有限である。このことを完全に無視してるんですね。で、政府が発行する国債の実物価値担保とは何かというと、国民が翌年納めるであろう税金なんですね。だから毎年、税金50兆円国民が納めるだろうということを担保にして今年50兆円の国債を発行するという実物価値を担保にした信用創造であって有限なんですよね。で、中央銀行が発行する貨幣の実物価値担保とは何かと。これは国民が働いて翌年実現するであろう国民総生産 GDP なんですね。だから日本は550兆円という毎年 GDP を国民が一生懸命働いて実現しているという、それを前提にして実物担保としてのGDP を担保にして日銀は貨幣を発行するということなんですね。から民間銀行が個人や企業や自治体や政府に行う融資、この実態担保とは何かと、実物価値担保とは何かと。これは個人の場合は個人が翌月得るであろう収入なんですね。で、企業の場合は翌月企業が得るであろう売上と利益で、自治体や政府の場合は自治体政府が翌年住民や国民が払うであろう税金なんです。で、個人が友人に貸す貸金の実物価値担保とは何かというと、友人が翌月得るであろう収入と、それを担保にして、来月無利子でいいから返してくれよという口約束で、1万円とか2万円とか3万円貸す場合が多いわけでしょうね。だから全て、いわゆる政府が発行する国債、中央銀行が発行する貨幣、民間銀行が個人や企業や自治体や政府に行う融資、そして個人が友人に貸す貸金、これは全て実物価値のある有限の信用創造だと、そういうことを完全に無視してるんですよね。で、ケルトン教授の主張は、借金は無限にできるというとんでも理論なんですよ。簡単なんですよ、彼女の理論の破綻っていうのは。元が間違ってるんですからね。で、彼女が言ってるんですよ。政府は国民
翌年国民が税金を納めなくても、税金を納めなくても国債が発行できると。中央銀行は翌年国民が働かないで、GDP がゼロになってても貨幣は発行できると。で、民間銀行は個人に収入がなくてもいいと。企業に売上と利益がなくても融資できると。自治体と政府に、税収がなくても融資できると。個人は友人に収入がなくても貸し続けることができると。こういうとんでもないことを言ってるっていう。普通だってこれを最初に言えばですね、いろんないわゆる飾り言葉、口当たりのいい飾り言葉、要するに政府は際限なく財政赤字を気にすることなく福祉にお金を回した方がいいとかとうとう彼女は言ってるんですよね。だからその方に気を取られて、彼女の基本的な基本概念である借金っていうのは実物価値を担保にしてんだという有限の信用創造なんだということを無視して彼女が言ってるのは簡単なんですよ。借金は無限にできるということなんですね。だからもう取るに足りないというのが私の結論です。MMT、 あとはドナローとそうですね、おてもやん理論ですね。そうですよ、どんどん発行して問題ないからどんどんやんなさいよと。自国通貨でやれば借金すれば絶対国家破綻しないですからと言って、あとはどうにでもなれという無責任理論ですよね。よくこんなのを異端理論として取り上げるよね。異端じゃなくて、とんでも理論でしょということです。これのポイントをアップしますね。で、彼女の朝日新聞のインタビュー記事はこれなんですね。URL。まなさちってことは URL だけは切り取ってこっちの方で貼り付けますと。で、彼女が言ってるんです。 MMT を一言で表すと、人工的な予算制約をインフレ制約に変える。予算の規模は必要に応じて柔軟に考えると。で、部屋にある空調のダイヤルのようなものですと。面白いこと言ってるんですね。で、快適に感じるまでダイヤルを回すと。その時数値は気にしないと。快適になるまで回す。それが予算ですというふうに言ってるんですけど、ですから彼女はこの空調が無限に使えるという前提で言ってるんですよね。空調は無限に使えないんですよね。電気代がかかるし、経済的な制約があるわけでしょ。だからこれが彼女のいわゆる借金は無限にできると同じなんですね。空調は無限に使えると、こういう前提で話してみるとよく分かりやすいですね、これね。
それで彼女が言ってるのは何だっけ、金本位制度。どうだっけ。あれなんか金本位制度のところがなんか飛んじゃってんね。確かに見たと思うんですけどね。まあそういうことですね。でケルトン教授の上記のインタビューでの主張は次のことを完全に無視しているということで、政府が発行する国債、中央銀行が発行する貨幣、民間銀行が行う融資、個人が有人に貸す貸金のすべては実物担保にした信用創造であり有限であるということですね。彩色ヒーローさん、コンティニューコインですね。で政府が発行する国債の実物価値担保とは国民が翌年納める税金ですよ。税金が入ってくるからそれを担保にして国債を発行できるということなんですね。で中央銀行が発行する貨幣っていうのは国民が働いて翌年も GDP550 兆を実現するという前提で中央銀行は信用創造すると。ヒーローさんお茶ですね。いうことなんで、で民間銀行が個人や企業や自治体や政府に融資できるのは、個人の場合は翌月得られるであろう収入、企業の場合は翌月得られるであろう売上と利益、自治体や政府っていうのは翌年、国民や住民が納めるであろう税金なんですよね。で個人が友人に貸す貸金の担保っていうのはその友人が翌月得られるであろう収入なんですね。だからケルトン教授の主張は借金は無限にできるというとんでも理論だと。簡単なんですよ。彼女の理論は破綻してるっていうのは。無限にできるって言って政府は翌年国民が税金を納めなくても国債を発行できると。中央銀行は翌年国民が全然働かないで GDP がゼロであると言っても中央銀行の貨幣発行はできると。で、民間銀行は個人に収入がなくても、あるいは企業に売上や利益がなくても、あるいは自治体と政府に、税収がなくても融資できると。そして個人は友人に収入がなくても貸し続けることができるというこのことを言ってるんですよ。ケルトン教授が主張する日銀は国債をすべて買えると言って実物価値 GDP を担保にせず無限の借金すれば破綻するのは必然だと。とんでも理論だということですよね。というのが今日のメインテーマです。で今日のトピックスですね。
京アニメ火災、放火疑いの男の氏名発表と、全身熱傷で重篤回復待ち逮捕方針と警察本部ということで、京都新聞ですね、名前を発表したんですね。でこの記事の中で気になるのは、この京アニメっていうのは脅迫、殺人、殺すとかなんかの脅迫を受けてたってことを警察に言って捜査をしてたっていうんですね。だから当然この容疑者もまともに捜査すれば、これほどの、殺人を犯す人間は前もってですね、当然警告とかしてるはずですよね。それで、社長もですね、数年前から死ねなどのメールを脅迫を受けてたと言ってインタビューに答えてるんですね。で警察にも訴えてたと。警察がほとんど機能しなかったってことじゃないですか、いつものごとく。日本の警察、市民を弾圧する、辺野古基地反対の住民を弾圧する方に膨大な人員と経費を割いてんだけど、このように企業や一般個人が殺人教唆脅迫を受けててもおざなりの捜査で、結局犯人がの殺害の予防には全然、役に立ってないという、これも安倍でしょうね。治安公安の方に人と予算を避けてると、自分たちを守るために一般市民の安全は二の次ということでしょうね。それから日刊現代で戦略的投票で改憲勢力3分の2を阻止と、国の命運握る17選挙区という日刊現代ですね。それから維新に 5.7 億円ものセルフ領収書、この前画像で見ます取り上げましたけど、維新はいわゆる、年間1200万円の交通調査費、調査交通費というものを、国費、税金をですね、内容を公開するよということで、公開してるんですけど、その中から領収書が出てきて、でいわゆる政党支部に一旦流すんですね。でそれから個人、政党支部の支部長が国会議員ですから、国会議員個人に、寄付するということで、個人の収入として自由に使えるようにして、でそれが全部合わせると 5.7 億円にもなったというのが暴露されたっていう、とんでもないですねこれね。だから調査交通費年間1200万円だけじゃなくて、政党助成金、おそらく自民党の各国会議員なんか400名もいるんですけど、1人2000万円ぐらいがおそらくいってて、これが政党支部経由で、個人の懐に入ってるんだろうというふうに私は推測してますけどね。から久米宏が NHK の番組に朝一にゲスト出演して NHK 批判をぶつけたという、なかなかハフィントンポストの記事ですね。NHK は
独立すべきだと、民間放送局になるべきだと、予算と人事で国かな、国に首根っこを押さえられてはダメだということをこの朝一の中で言ったんですね。なんだこれ。これですね、URL。久しぶりですね、久米さん。元気みたいですね。それから彼女を送還しろとトランプ集会コールというひどいね。完全にファシストですね。ヒットラー並みになったね、あいつは。安倍と共鳴し合ってんだよね。そして今日の重要情報はコラム。これ半行令のコラム。安倍の日本という古い秩序という、なかなか鋭い分析視点ですね。安倍は日本の古い秩序の典型だと言ってるんですね。ということで時間がそうか、2回目か。2回目で38分34秒。2回目で55名様、視聴される方が全体で106名様、コメント37という。最初が30分ぐらいですかね。合わせて1時間ぐらいじゃないですかね。現在日本時間で10時41分。始まったのが9時半。だから1時間ちょっと10分ぐらいですね。ということで今日は2回に分かれましたね。ちょっとこちらのマウスをいじってたらおそらく終了の方に触れたんでしょうね。ということで、お疲れ様でした。今日金曜日の放送はこれで終わりです。ということで明日土曜日曜はお休みなんで来週の月曜日ですね、また よろしければ合流してくださいということで、たくさんのコンティニューコインとたくさんのコメントとコメントが37件で1回目も30件なら30件40件ぐらいですよ。大体80とか90ぐらいになってると思いますけど、ということで、お疲れ様でした。今日の放送終わりです。K さんお疲れ様でした。砂月さんお疲れ様でしたということで、お疲れ様でした。また来週ですね、お願いします。終わりです。